あなたの EC サイト、商品ページ、次に見に来るのは人間ではなく、チャット GPT やジェミニのような AI エージェントかもしれません。皆さんこんにちは、マーケットダイブのレンです。2026年の5月、Google がですね、ユニバーサルカートというものを発表しました。これはどういうものかというと、Google 検索だったり、Gemini だったり、YouTube だったり、Gmail、様々な Google のサービスをまたいでですね、商品を、カートに入れたり、検索をして見つけてきたり、AI がですね、価格の下落だったり、これまでの履歴から、いつ価格落ちるかもな、みたいなのを見てくれたりですね、価格が実際に下がった時、または在庫切れになってたものが在庫復活した時に通知を出してくれる。とか、この商品とこの商品を合わせて購入したら、この2つは互換性があるよね、みたいなことを見てくれるという構想です。さらにですね、OpenAI もチャット GPT 内で商品の検索だったり、比較だったり、そういった発見機能を2026年の3月に拡張を発表していたり、マイクロソフトはコパイロットチェックアウト、ウォルマートだったらジェミニ内の購買体験、マスターカードやアメリカンエクスプレスも AI エージェント向けの決済基盤を出し始めています。つまりですね、こういった、AI によるEC の購買行動みたいなものをエージェンティックコマースなんて言ったりもするんですが、こういったですね、このどこどこで AI 経由の売り上げが伸びたという単発のニュースではなくて、Google だったり OpenAI だったり Microsoft だったり大手の小売企業だったり EC モールだったり決済ネットワークだったりっていうのが同時に動いている、かなり構造的な変化が起こっているというニュースでございます。ということでですね、本日はですね、この AI エージェント時代に、EC 事業者はどんな対応をするべきなのか。そもそも AI エージェント時代っていうのは具体的にどういうことを指していて、どういう、用語が使われていて、どんな対策をしていけばいいのかっていうところをお話ししていきたいなと思っております。目次としてはですね、第1章でまず、そもそもよく使われる LMMO とか AIEO みたいな用語ってどういう意味なのか、それぞれどういう違いがあるのかみたいなところの用語整理から始めていきまして、第2章では AI エージェント経由の購買はいつどこまで広がるのか、そしてどの商材が先に AI で買われるようになるのか、逆にですね AI で買われにくくなる商品っていうのはどういう商品なのかみたいなこともお話ししたいなと思っています。そして EC 事業者とは何をすべきなのか、具体的にどういう施策を取るべきなのかというところをお話しできればなと思っています。そして最後にですね、弊社からエージェントシンクというこの AI エージェント時代に対策するための、AI 検索対策訓と日本語では呼んでいるんですが、Shopify アプリをリリースすることが決定いたしましたので、こちらに関してのお知らせも最後にさせていただきたいなと思っております。ぜひ、この動画いいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録をして、この続きを見ていただければと思います。では、まずはですね、このエージェンティックコマースの領域でよく使われる3つの単語、簡単な意味と使い分けを整理していきたいなと思っています。よく使われる単語として AIEO、この3つの言葉がよく使われています。で、それぞれどういう使い分けになっているかというと、AIEO というのは Google の検索結果で上部に最近よく出てくる AI の要約、これに引用されるための施策です。で、LLMO っていうのは、この Google 検索の上部に表示されるものとはちょっと違って、チャット GPT だったり、Gemini だったり、クロードだったり、このチャット型の AI で AI アシスタントに回答してもらう、自社の商品をリコメンドしてもらうための施策みたいに考えていただけるといいかなと思います。そして AEO というのは、この2つを合わせ持った両方を包括した概念だとご認識いただければ良いかなと思います。では、ここからはですね、実際に AI エージェント、チャット GPT とか、クロードだとか、ジェミニだとかに物を相談して人は物を買うようになるのか、EC 市場というのは AI による購買が本当に増えるのかというところのお話をしていきたいなと思います。で、まず、前提としてその半分は、もうすでに始まっている話です。これ動画の冒頭部分でもお話しした通り、OpenAI だったり Google だったり、Shopify、各クレジットカード会社だったりがですね、この AI エージェントの購入に向けたシステム基盤というのはすでに整えているというところです。で、実際にここからじゃあユーザーはどうなの
っていうところに話をシフトしていきたいなと思います。まずですね、この AI エージェントによる商品の購入というのが、かなり実験的に進んでいる北米エリアなんかでは、すでにですね、例えばチャット GPT、オープン AI が発表する限りでは、1日5000万件近くチャット GPT 内でショッピング関連のクエリ、つまり質問ですね、がされているというふうに発表しています。他にもですね、が発表するデータによると、AI による流入というのが、前年比で今年すでに 393% 伸びていて、かつ AI から流入した人というのは、通常の流入、他の流入に比べて 31% ほどコンバージョンレートが高いと言われています。さらに、Shopify はですね、AI 経由のトラフィックが前年の7倍、AI 経由の売上が11倍になっているなんて話をすでに2025年の時点でしていました。この C のデータはちょっと古いデータで、すでに去年の時点でかなり増えているよということを発表していると。で、さらにセールスフォースも2025年の段階で商品発見に AI を使う消費者は 39% いて、さらに Z 世代に絞ると 54% に上るという話をしています。で、大手コンサルファームですね、ベイン&カンパニーだったり、マッキンゼーが発表しているデータによると、おそらく2030年のアメリカの EC 市場で3000億ドルから5000億ドル規模になるだろうとベインは言っていて、マッキンゼーによれば米国だと最大で1兆ドルになるんじゃないかとか、世界全体でいうと3兆ドルから5兆ドルになる経済インパクトがあるんじゃないかなんていうレポートも出しています。このあたりのレポートはですね、すべて概要欄にリンクを貼っておきますので、もしちょっとソースをちゃんと見たいという方がいらっしゃれば概要欄からソース飛んでいただければいいかなと思います。一方でですね、補足としてお伝えしておきたいのは、何もこのベイン&カンパニーだったりマッキンゼーのレポートというのは、かなり楽観的にエージェンティックコマースが広がるだろうということだけを言っているわけではなくてですね、ベイン&カンパニーのこのレポートでは AI で何かを買うことに抵抗がないと答えた消費者は米国だと 24% にとどまるというふうにも書いてあってですね、あくまでAI に直接物を買わせるというよりかは、商品を探したり比較したりっていうことの作業を、AI に手伝ってもらうようになるところに役割はとどまりそうだよねという見方もかなりあるというところは補足しておきます。ではここからはですね、具体的にどのような商材が先にエージェンティックコマース AI 経由でのEC 購入につながりやすいかというところを整理していきたいなと思っています。で、先に AI 経由で伸びやすいジャンルというのは、やっぱり条件の比較がしやすくて言語化がしやすい商材なのかなというふうに考えています。で、具体的にはこのスライドに書いてある通り、条件を言葉で伝えやすいこと、スペックの比較がしやすいこと、そして失敗コストが低いこと、商品の説明情報が整っていること、この4つに当てはまりやすい商材というのが、エージェンティックコマースと非常に相性のいいジャンルかなと思っていて、具体的に商材で言うと家電ガジェットの中でも高級品ではないものをですね、嗜好品によらない家電ガジェットと日用品消耗品、食品サプリ、ベビーペット用品、アパレルの一部、このあたりなんかは、非常にエージェンティックコマースと相性がいいのかなと思っています。アパレルの一部、ちょっとこの後詳しく話したいなと思ってるんですが、これは、定番だったり目的買いのものが中心になります。あと機能性の商品とかですね。で、機能性の商品じゃなくても、例えばスニーカーだったりとか、価格の変動だったり在庫状況というのが購買行動に大きく影響するものというのも、エージェンティックコマースと相性のいい分類に入るかなと思っています。で、このあたりはですね、OpenAI だったり Google だったり YouGov が、出している調査だったりレポートというのも参考にしていて、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらもご覧いただければと思うんですが、一方で、なんかファッションとか美容って、ちょっとAI と相性いいのかなって思う方もいるかもしれないんですが、Vogue ビジネスの2026年の調査では、ファッションだったり美容の目的で AI を常用する人はまだ少ないというふうにされていて、AI が自分のスタイル、自分の好みとかをですね、正しく理解してくれないというふうに答えた人が非常に多いというか、理解してくれると答えた人が少ないというレポートを出していますと。で、ファッションでなんか画像から似た商品を探すとか、サイズや特徴
機能、サイズだったり機能、条件で絞るみたいなことはできるんですが、感性そのものを委ねるみたいなところはやっぱりまだ抵抗が多い、ユーザーとしても抵抗が多いし、AI の性能的にもユーザーの好みを読み取ってアドバイスするみたいなのはあんまり得意じゃないんじゃないかみたいなことが言われているというところです。ですので、まとめると、AI エージェント経由の購買が起きやすいのは、感性よりも条件だったり、価格、スペック、レビュー、在庫、サイズ、互換性、用途、予算みたいな、この情報が比較しやすい商品、っていうのが、先行するのかなと思っていて、逆にファッションだったり家具だったり、感性による部分が大きいものを AI が完全に選ぶというのは、まだもう少し後の時代、もしくはならない。みたいな形になっていくのかなと思っています。それとですね、消費者として AI エージェントを使いたいという方に少し補足をしておくと、アンスロピックはですね、つまりクロードはオープン AI とか Google ほど EC ショッピング機能みたいなのを前面に押し出した公式発表というのは、私が見る限り結構まだ少なめかなと思っていて、クロードはどっちかっていうと、この店舗運営側の、自動化だったり AI 化みたいなところをサポートする機能はかなり充実してきているなと思うんですが、消費者側をサポートする機能というのはまだそこまで力を入れているイメージはないかなと思ってます。なので、消費者として AI エージェントを使いたいと思った時にはチャット GPT とか Google の方が機能的には充実してきているのかなというふうに感じています。もちろんリサーチ機能というのはね、クロードもかなり性能が高いので、商品の検索だったり比較にクロードを使ってみるというのはありかもしれないんですけど、もしかしたら今のところ技術インフラ的に見ると、チャット GPT とか Google の方がそこの目的での使用としてはリードしているのかなという印象があります。ではここからはですね、このエージェンティックコマースの時代に向けて EC 事業者の目線でどんなことをしていくべきかということをお話ししていきたいなと思っています。で、エージェンティックコマースの時代に向けても EC サイトがやるべきことっていうのは、大前提としてAI に選ばれやすくすることばっかり小手先のテクニックを意識するのではなく、大前提として人に選ばれやすい、ユーザーに選ばれやすい EC サイトを作ることというのが一番大事だというところをご認識いただくのは非常に大切かなと思います。どうしても SEO も同じなんですけど、結構小手先のテクニックみたいなのにこだわってしまいがちで、そこに時間をかけてしまって、本当にユーザーから見てこの商品買いたいなって思われる理由、この記事読みたいなって思われる理由をおろそかにしてしまうみたいな、この小手先のテクニックに陥りがちみたいな作詞作詞に溺れるじゃないですけどみたいなことがちょっと起こりやすい分野かなと思うので、先にちょっとそこはかなり強調しておきたいなと思っています。で、特にこの施策の丸1、丸2っていうのは AI エージェントの時代に向けての対策ですっていうにはちょっとあれだなと思ってて、そもそも人に向けても大事な話だよねっていうことなので、ちょっとこの丸1と丸2はそもそも AI エージェントが購買をするのかしないのかに関わらず大事だよねっていう施策として聞いていただけるといいかなと思います。商品名だったり商品説明文、商品画像のオルトテキスト、カテゴリーの整備、このあたりがちゃんときれいに作れてますか、ユーザーが検索しやすいようになってますかというのは、これ AI にとっても同じですよっていうところですね。で、配送ポリシーだったり返品ポリシーだったり、このあたりのルールもちゃんと明確に文章化してますか、この商品買ったらいつ届くんだろう、どういう条件だったら返品できて交換できて、どういう条件だったら返品できないんだろうみたいなことがちゃんとルールとして、明文化されてますかっていうところ、これそもそもユーザーが商品購入するときにここがないと不安で、ちょっとじゃあ分かんないから Amazon とか楽天とかちょっと安心できるところで買おうかなってなっちゃうので、そもそも重要ですよねっていうところかなり強調しておきたいです。で、この丸3と丸4がちょっとこれからの AI エージェント向けの対策になるかなと思っていて、まずはGoogle アナリティクスだったりをしっかり使って参照元でチャット GPT 経由とかジェミニ経由でどれぐらいアクセスが来てるのかっていうのは常に把握していきましょうというところです。このあたりはですね、もうGoogle アナリティクスもかなりなんていうんですかね、システム側の整備、基盤っていうのは整えてくれてて、簡単に Google アナリティクスで見れるようになっているので、
特に追加で何か設定しなきゃいけないとかはないはずです。普通に見れるかなと思います。で、Shopify だったら、もう Shopify の、管理画面から見ることもできるので、チャット GPT 経由のアクセスどれぐらいあるんだろうとか、売上どれぐらいあるんだろうっていうのはすぐ見れるようになってますし、サイドキックくんにね、メガネをかけた少年にチャットで質問すれば教えてくれると思うので、それだけでも全然やるべきかなと思ってますと。で、さらに、チャット GPT とかジェミニに自社商品をリコメンドしてもらいやすくするために追加で何かする必要があるかということで言えば、AI エージェント向けの各種マニフェスト整備というのは必要になってくるのかなと思ってます。これは例えばテキストとかですね、言われるものが必要になってくると。で、ちょっとこのあたりは専門的な技術的な話になりますが、この後お話しさせていただくんですが、ちょっと宣伝になってしまうんですが、弊社のマーケットダイブからですね、新しい Shopify アプリ、エージェントシンク、AI 検索対策くんというアプリをリリースすることになりましたので、後ほどお話しさせていただければなと思います。で、Shopify をやっていれば、ちゃんとこの丸1、丸2ができていれば、基本的には、なんていうんですかね、ミニマムの対策はバッチリ自動でできているようになってます。これは Shopify 側がかなり整備してくれていて、AI に情報をうまいこと整理して受け渡ししてくれる基盤がすでに整っているので、単純に Shopify で EC 運用しているだけで、ある程度最低限の部分は整っていると言っていいと思います。そしてですね、AI エージェント向けに商品が見やすく分かりやすい状態になっているのか、必要な情報が整っているのかといったことをサポートするアプリ、AI 検索対策くん、英語名ではエージェントシンクという名前で Shopify アプリをリリースすることが決定しました。ぜひこのアプリ、触って試してみていただければいいかなと思っているんですが、なんと今回ですね、こちら、エージェントシンクの先行受付、特典付きで、受付をしたいと思っています。アプリリリースに向けて、先行で5社限定でですね、ちょっとアプリの先行体験をしていただければと思っていて、ただ先行体験をしていただけるだけではなくてですね、2つの特典をつけて体験していただきたいなと思っています。エージェントシンク、アプリ自体は、こういう情報を追加してくださいねとか、こういう情報をかけてるので AI からもしかしたらリコメンドされにくいかもしれないですよ、みたいなことを、評価してですね、スコアで出してくれたり、具体的な改善施策を出すというようなアプリになっているんですが、先行体験、ご利用いただいたストアの方にはですね、実際にそのアドバイスをもとに、商品説明、こういうふうに追加しましょうとか、返品ポリシーとか、プライバシーポリシー、発送ポリシー、こういうふうにページを作り変えましょうみたいなのですね、提案資料としてお渡しする形にしますと。で、リキッドで、そのまま実装までやってほしいよという方がいらっしゃれば、そのまま実装も、こちらでお手伝いすることも可能です。で、商品の CSV データもそのままお渡しするので、こちらで勝手に商品データとか、フロントページを変えるというところまではご依頼いただかない限りはやらない想定で、あくまでデータとしてお渡しするという形なので、そのデータを見て実際にはこういうふうに変えようかなとか、好きにいじっていただければいいなと思ってはいるんですが、そんな先行特典をつけてですね、エージェントシンクお試しいただければと思っております。ぜひ動画のコメント欄にエージェントシンク試したいとか、もしくはですね、弊社のホームページから、先行受付、先行体験をですね、試してみたいみたいなことを簡単にお問い合わせいただければ、ぜひですね、お試しいただけるかなと思っております。で、この動画公開時期が2026年の6月上旬となっておりますが、もしかしたらこの動画見ている方の中にはですね、もうすでにエージェントシンクがリリースされている方もいらっしゃるかもしれません。そんな方にはですね、概要欄にエージェントシンクのリンクを貼っておきますので、ぜひアプリ触って AI エージェント向けの対策アプリでやってみていただければいいかなと思いますので、ぜひぜひお試しいただければなと思います。では、今回の動画は以上で終わりたいと思います。この動画が良かったなと思った方は高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。では、バイバイ。